こんにちは、グリプトです。米小売通過しましたけども、トランプ大統領の発言などもあってですね、市場は停滞気味です。であと、これまで市場を押し上げてきた、トレジャーリー株の方でも不穏な空気になってきたんで、そのあたりも取り上げていきたいと思います。本日の主なラインナップはこちらになっています。それでは本日のポジネガファンダチャートなどをまとめてみていきたいと思います。ビットコインは現在11万7300ドルあたり推移しています。発表された指標の方では米小売などがありました。で、米小売は事前予想通りの結果となってるんですけど、前回以下というところもあってですね、若干ドル安要因で、また米鉱工業、米ミシガン大学消費者信頼感指数も予想以下となってまして、予想以下となってます。でただ、米ニューヨーク連銀製造業指数はですね、予想を大幅に上回る結果となってまして、こちらは昨年11月以来の最高値ということで、ドル高要因として捉えられるのかなと思います。でまたトランプ大統領の半導体への関税は200%から300%に引き上げる可能性もあるという発信はですね、こちらは警戒要素になりますね。ドル円は147.1円台、米株指数はダウ以外は調整となってまして、ゴールドもほぼ現状維持となってます。あと関連株に関しては全体的に弱い状況となってるんですけど、サークルに関してはですね、二次株式販売の発表が出たんですけども上がってます。1株130ドルで1000万株販売を計画、普通株を200万株発行して800万株は既存株主からの売却とされています。この130ドル近辺という影響もあるかもしれないですけど、株価はプラス 7.2% と上昇しています。あとはギャラクシーデジタルがビットコインのマイニング施設を AI、HPC 向けに回収するために融資で14億ドル調達、株価はマイナス 8.68%、あとはイーサのトレジャリー陣ですね、シャープリックゲーミング、ビットデジタル、BTCS ですね、それぞれ第2四半期の報告と株式発行売却計画、発表してますけども、全てマイナス推移となってます。で、シャープリンクゲーミングのマイナス1億ドルの純損失に関してはですね、保有しているイーサの単価を2300ドルで計上したことが大きいとされてますけど、株価は、マイナス 15.50% と、全体が弱い中でも、さらに強く下落した展開となっています。あとは DeFi デベロップメントコープが11万ソル買い増し、これで総フィールは142万173ソルとなっています。ただ株価はこちらもですね、マイナス 4.5% と下落してますね。あと日本のトレジャリーに関しては、昨日ビットコインが下落したんで、厳しい展開になるんじゃないかという話しましたけど、やはり続落した展開となっています。メタプラネットは866円つけてまして、最低更新の777円まで徐々に迫っています。ただ、ホッタマル賞はですね、まだ380円台キープで、また一時的に上値も更新した展開となっています。指標としては一旦落ち着いた形になってるんで、来週から再度上向けるのか注目です。昨日の ETF は現時点ではマイナス0.81億ドル相当、今週はプラスで終えれそうですね。本価はまだ更新なしとなっています。ビットコインの先物の方では OI は全体でマイナス 2.13%、815億ドル相当、オーダーブックの状況としては、上は12万3000、下は11万6500あたりから目立つ状況となっています。今後の指標としては、8月19日に米住宅着工件数、8月20日にニュージーランド中期政策金利、FOMC 議事録、8月21日に米 PMI、米フィラデルフィア連携景況指数、米中古住宅販売件数などが控えています。で、ビットコインは再度下値更新してまして、一時11万7000割れ、日足のサポートの11万6000に近くなってます。で、指標も落ち着いたんで、この辺りからロング入る人もいそうではいますけど、OI はまだ回復しきれてない状態です。昨日のベッセント財務長官のビットコイン準備金に対する発言で、そして利下げ期待の低下と、またトランプ大統領の関税懸念、この辺りがどう解消されるのかが焦点になりそうではありますよね。で、短期では11万8000を抜けると若干楽観的になるのかなと思うんですけど、こちらも週末回復できるのか注目ですね。
今年もアジア最大級のグローバルカンファレンス WebX の季節がやってまいりました。いつもこのチャンネルで取り上げている世界の著名人、また日本の豪華ゲスト、堀江貴文さん、テスタさんなど出演予定となっています。概要欄のリンクからディスカウントコードを入れてチケットをお求めいただくと、割引価格からさらに 20% オフでチケットを購入できますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。そしてイーサですね。イーサの価格は現在4420ドル、BTC 建ては 0.0376。先物の方では、大岩全体でマイナス 2.38%、627億ドル相当。ETF は現時点ではマイナス1.05億ドル相当。グレースケールだけでマイナス1億ドルほどあります。香港はプラス1010イーサとプラスとなっています。BTC 建ては 0.037 まで下落しています。ETF も流出して、あとトレジャリ関連もしぼんでますし、あと昨日ですね、イーサのバリデータのエグジット級が急上昇しているのも取り上げましたけど、こう若干ネガティブな要素が増えてきている印象ありますよね。で、時間足の下値も割ってます。で次は0.036あたりがサポート、またその下になると0.034あたり攻防になるのかなと思いますけど、こちらも来週も続伸できるのか注目ですね。あとその他の動向では FRB が仮想通貨監督プログラムの終了を発表。これは各機関から何度も発表されてました。これまでの銀行の仮想通貨取引制限を撤廃して、今後は規制を緩和していくとされています。あと香港の方では、香港 SFC が仮想通貨取引所の保管基準を厳格化することを発表しています。昨今のハッキング事件などを考慮してですね、取引所にコールドウォレット管理、上級管理職責任、リアルタイム監視などを要求するとしてますね。こちらは規制を強化していく方向で動いています。あとアルト関連では、コインベースが9月からアルトシーズンが始まるのではないかという予測を出してますね。要素としては、ビットコインのドミナンスの低下、あとマクロ経済の安定によるリスクオン心理、売買スプレッド縮小による流動性向上などが挙げられています。で、ビットコインドミナンスに関しては、7月中旬までですね、右肩上がりだったんですけど、7月15日で折れて、でその後サポートを割り続けてですね、現在は 60% 割れになっている状況です。ただ、週足レベルで見ると、ちょうどサポートあたりなんで、ここでまた反発する可能性もあるのかなと、個人的には思います。で、あと先ほども少しお伝えしましたけど、マクロ的にもですね、ここ最近はちょっと警戒要素が多いんで、それが9月までに解消されるのかが、ここにも影響しそうな気もしますよね。アルトのチャート的には、全体的に弱くなってるんですけど、上位だと、ドージ、エイダ、ハイプなどがですね、強く残ってますね。で、ドージは時間足では転換点を上抜けしたような形状になっています。で、日足も上が優勢のような印象ありますけど、こちらも続伸できるのか注目です。あと XRP は、まだ3ドルの攻防ですけど、時間足では若干下が優勢のような形状になっています。ただ日足で見るとまだレンジ内で、下値も更新してない状態ですね。こちらも反発できるのか注目です。今日はこのとこですかね。全体的にネガティブな要素が増えてきた印象ありますけど、週末に反発できるのか注目です。次回は何もなければ火曜更新となります。何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。